源氏物語イラスト役の愛です。この動画は大学受験のための古文速読トレーニングです。イラスト役本編では原文の後に現代語訳が流れます。その後受け出るイラスト訳で古文目線を鍛えていきましょう。また後半では文法や知識について解説していますので最後まで見ていってくださいね。それではイラスト役本編のスタートです。第4条夕顔の第5話です。桐壺亭の第二巫女として生まれた光源氏でしたが、進化に降格した後、満たされない恋に渇望していました。源氏17歳の夏、六条あたりの道すがら、乳母の見舞いに五条に立ち寄った時のお話です。それでは行ってみましょう。日頃、怠りがたく、モノセラルルを。安からず、嘆き渡り鶴に。各、世を借るる様に、モノしたまえば。いと、哀れに、口をしゅうなん。命、長くて、なお位高くなど、みなしたまえ。さてこそ、九本の上にも、触りなく、生まれたまわめ。この世に少し恨み残るは、悪きわざと難聞く。など、涙ぐみてのたもう。肩をなるおたに、目のと用の思うべき人は、浅ましゅう真帆にみなすものを。まして、いと思だたしゅう。なずさい、図工祭り兼みも。いたわしゅう。かたじけなく、思うゆ、べかんめれば。すずろに涙がちなり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回の場面では、もういつ死んでもいいという乳母に対して光源氏が励ましの言葉を述べていますね。世を狩るというのは出家ワードです。出家ワードについてはまた別の機会にまとめたいと思います。九本とは浄土へ往生する者が生前の行いによって受ける9つの段階のことです。もっと長生きして光源氏の出世を見届けたなら九本の最上位にも登れるだろうにというわけですね。また
未練を残したら極楽浄土へ行けないから、乳母はまだまだ生きなければいけないと励ましているんです。さて、今回は大学受験の古文読解に最重要となる類推のダニが出てきました。副助詞のダニは類推と最低限の希望の意味がありますが、どちらも程度の低いものを取り上げて程度の高いものを類推させるという用法です。特に今回は類推ダニの基本構文として出てきましたので、一つのパターンとしてアップロードしてほしいと思います。今回は字の文でこんな形で出てきていました。旗を鳴る人をダニ、そして3行目のましてという副詞が類推の基本構文です。未熟な人でさえも乳母のように愛しく思うはずの人は呆れるほど完璧だとみなすものなのに、ここまでが程度の低い事柄です。乳母みたいな人はたとえそれがどんなおバカな子でもあばったもえくぼで可愛く見えますよね。そしてまして以降が類推すべき程度の高い内容です。ちょっと直訳してみましょう。まして光栄なことに親しくお仕えしたような我が身もいたわってやりたくもったいなく思われるはずのようなので、直訳してもわかりにくいですよね。しかしダにまして構文だとしたら類推して対比させてみればいいですよね。A でさえも C、 つまり未熟な子でさえも乳母ならパーフェクトだと思ってしまう。まして B はなおさら C、B は書かれていなくて C はこの述語全体を指します。対比させてみたら乳母は光源氏を程度の高いものとして類推しているのは明らかです。こんな風にダにすらなどの副助詞を用いた類推構文は程度の低いものと程度の高いものとの対比という文構造をつかむことが重要です。さらにまして以降の後半部分が省略されることも多く、難関大学ではここが聞かれることも多いということを知っておきましょう。さあ、今回も第4条夕顔からのイラスト訳でした。第1条キリツボからここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。